여러분, 안녕하세요. 재미코리아 한국어 교실입니다. 今回は漢字で学ぶ韓国語をご紹介いたします。突然ですが皆さん、韓国も昔漢字が使われてたって知ってましたか？その昔、日本と同様中国から漢字が伝わり、日本よりもはるか昔、紀元前2世紀頃から朝鮮半島では漢字が使われていたそうです。一方日本は5、6世紀、古墳時代から漢字が使われ始めたそうです。今回ご紹介する漢字は、青です。日本特有の読み方、訓読みは、青というのに対し、朝鮮固有の単語、固有語は、プルダと言います。一方、中国の漢字に基づく日本語の音読みは、セイに対し、韓国語の漢字語は、チョンと言います。セイ、チョンで学習していきましょう。では、青の漢字が入った単語を考えてみましょう。青春、青銅、青年、星雲などの単語があります。青の漢字の韓国語はチョンなので、あとは残りの漢字の韓国語がわかれば単語を完成させることができます。青春の春の漢字はチュンなので、青春はチョンチュンとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。チョンチュン、チョンチュン、チョンチュン。そして、青銅の銅の漢字はドンなので、青銅はチョンドンとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。チョンドン、チョンドン、チョンドン。そして、青年の年の漢字はニョンなので、青年はチョンニョンとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。チョンニョン、チョンニョン、チョンニョン。そして、星雲の雲の漢字は雲なので、星雲はチョン雲となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。チョン雲、チョン雲、チョン雲。中級以上の方はしりとり、群馬リッキーをやってみましょう。最初、日本語の漢字でしりとりを考えます。青春、春分、分配、配布、布教、教授と考えたとします。漢字が同じであれば、韓国語も同じなので、該当する韓国語を当てはめていきましょう。チョンチュン、チュンブン、ブンベ、ベポ、ポ行、行数。このように日本人の特性を生かして芋づる式に単語を増やしましょう。今回のレッスンはここまで。ご視聴後のご感想、ご意見、韓国語学習時のご質問など、
お気軽にコメント欄にどしどしご記入ください。ご要望の多い事項から特集にてご紹介させていただきます。皆さんのたくさんのコメントお待ちしております。最後にいいねとチャンネル登録を잘 부탁드립니다。チェミコリアン韓国語教室でした。